仮想通貨用語集パート6。今回は仮想通貨に関連する用語の紹介と使用例、説明をします。最初に僕、サトシが用語を言い、次に私が使用例をご紹介し、次に私、中本が用語の説明をします。最後にまた僕が一言。この順番でどんどん用語を紹介していきます。張り切っていこう。では、スタート。ハードフォーク。来月、ビットコインのハードフォークが予定されている。ブロックチェーンのプロトコルが大幅に変更されること。過去にビットコインがフォークしてビットコインキャッシュが誕生したんだぜ。次、ソフトフォーク。ソフトフォークは広報互換性を保ちながらプロトコルを更新する。ブロックチェーンのプロトコルが変更されるが、旧バージョンのノードも新しいブロックを認識できる状態。ハードと違って分裂するわけではなから互換性はあるんだぜ。次、リオルグ。ブロックチェーンのリオルグにより直近の取引が無効になった。ブロックチェーンの一部が再構成され、直近の取引が取り消されること。再構成が開始されると開始後の取引はキャンセルされるんだぜ。次、プロトコルアップデート。プロトコルアップデートによって新しい機能が追加された。ブロックチェーンの基本的なルールや機能を変更すること。根幹となる機能を変更することで利便性を高めたりするんだぜ。次、バリデータセット。バリデータセットが新しいブロックを承認する。ブロックチェーンネットワークで取引を承認する役割を持つノードの集合。取引の承認を行うための重要な集合体なんだぜ。次、マーケットメーカー。マーケットメーカーが流動性を提供し、取引を円滑にする。市場の流動性を提供するために売買を行う主体。特定のコインの流動性を高めたりして市場の盛り上がりを作る存在だぜ。次、ハッシュ。ブロックのハッシュ値を計算するのがマイニングの基本だ。データを固定帳の文字列に変換する関数。逆算できないからこそ暗号化で使える技術なんだぜ。次、ハッシュレート。ビットコインのネットワークはハッシュレートが高いほど安全性が高まる。マイニングネットワークの計算能力を示す指標。計算力を高めることでマイニング量が増えるんだぜ。次、エイジック。ビットコインのマイニングには高性能なエイジックが必要だ。特定の目的、特に暗号通貨のマイニングのために設計された専用の集積回路。マイニング専用に設定されたチップを使うことでマイニング量を増やせるんだぜ。次、ホワイトリスト。ホワイトリストに乗ると ICO に先行参加できる。特定の条件を満たした参加者のみがアクセスできるリスト。名簿に登録することで信頼を得てできることを増やすんだぜ。次、ノード。各ノードが取引を検証する。ブロックチェーンネットワークを構成するコンピュータ。ブロックチェーンの基盤は必要だぜ。次、マスターノード。ダッシュではマスターノードを運営することで報酬を得ることができる。特定の仮想通貨ネットワーク内で重要な役割を果たすフルノード。ブロックチェーン基盤の重要なポジションだぜ。次、エッジノード。エッジノードを利用してネットワークのパフォーマンスを向上させる。分散ネットワーク内でデータ処理を分担するノード。ブロックチェーン基盤のデータ処理に特化したポジションだぜ。次、ライトノード。ライトノードを使用してデバイスの負担を減らす。完全なブロックチェーンを保持せず、必要なデータのみを扱うノード。
ブロックチェーン基盤の最低限のデータ処理に特化したポジションだぜ。次、ファントムノード。ファントムノードはネットワークのテストに利用される。テストやシミュレーションに使用される仮想ノード。ブロックチェーン基盤では実行できない処理を試しに行うのに必要なポジションだぜ。次、ノードインセンティブ。ノードインセンティブがネットワークの安定性を高める。ネットワークの運用に参加するノードに対する報酬。ブロックチェーン基盤に参加したら報酬がもらえるんだぜ。次、ノードシンクロナイゼーション。ノードシンクロナイゼーションがネットワークの安定性を維持する。全ノードが同じ状態を保つための同期プロセス。ブロックチェーンの各ノードで同じ状態を保つことでブロックチェーンの信頼性は高まるんだぜ。次、ノードディスカバリー。ノードディスカバリで新しいノードをネットワークに追加する。新しいノードを発見しネットワークに追加するプロセス。ブロックチェーンの参加者を見つけてネットワークに参加させる重要なプロセスなんだぜ。次、フロントエンド。フロントエンドの UI が改善された。ユーザーが直接操作する部分のインターフェース。ユーザーが操作しにくいと利用しないことがあるから重要だぜ。次、フロントランニング。フロントランニングは取引の公平性を損なう行為として問題視されている。他の取引を先回りして利益を得るために行われる不正取引。多くの市場では違法とされている行為だぜ。次、コンセンサスアルゴリズム。ブロックチェーンネットワークの安定性を保つためにコンセンサスアルゴリズムが重要です。コンセンサスアルゴリズムはブロックチェーンネットワーク内で全ての参加者が合意に達する方法を指します。これによりトランザクションの検証と新しいブロックの追加が可能になります。代表的なコンセンサスアルゴリズムにはプルーフ・オブ・ワーク POW やプルーフ・オブ・ステーク POS があります。ブロックチェーンを追加に必要なルールを決めて全ての参加者で合意できるように考えた仕組みなんだぜ。次、プルーフ・オブ・アイデンティティ。 POL プルーフ・オブ・アイデンティティを用いて個人認証を行う。個人の身元を確認するためのコンセンサスアルゴリズム。個人の身元を確認するために必要な合意の仕組みだぜ。次、プルーフ・オブ・オーソリティ。 POA プルーフ・オブ・オーソリティは信頼できるノードによってブロックを承認する。特定の信頼できるノードがブロックを承認するコンセンサスアルゴリズム。信頼できる参加者に次の追加されるブロックの承認を任せる仕組みだぜ。次、プルーフ・オブ・ステーク。イーサリアム 2.0 は POS プルーフ・オブ・ステークを導入する。保有するコインの量に応じて取引を承認する仕組み。保有するコインが多いほど取引を承認する数が増えるんだぜ。次、プルーフ・オブ・スペース。シアは POS プルーフ・オブ・スペースを採用している。ストレージスペースを利用して取引を承認するコンセンサスアルゴリズム。ストレージの空き容量を利用して取引を承認するんだぜ。次、プルーフ・オブ・ターン。POB プルーフ・オブ・バーンはコインを焼却することで新たなブロックを生成する仕組みだ。既存のコインを焼却、送信し利用不可にする、して新しいブロックを生成するプロセス。新しいブロックを作るときに保持しているコインを焼却する仕組みだぜ。次、プルーフ・オブ・ヒストリー。
ソラナは POH プルーフオブヒストリーを利用して高速トランザクションを実現している。取引の順序を証明することで効率を上げるコンセンサスアルゴリズム。取引の順序に重点を置いて処理する仕組みだぜ。次、プルーフオブリリーバンス。新しいコンセンサスアルゴリズムとして POR プルーフオブリリーバンスが提案されている。取引やブロックの重要性や関連性に基づいて承認するアルゴリズム。取引の中身によって処理を承認する仕組みだぜ。次、プルーフオブワーク。ビットコインは POW プルーフオブワークを採用している。マイニングにおいて計算作業を行うことで取引を承認する仕組み。参加者が掘ることで取引を承認する仕組みだぜ。次、ハイブリッドコンセンサス。ハイブリッドコンセンサスは POW と POS の利点を組み合わせたプロトコルだ。複数のコンセンサスアルゴリズムを組み合わせたプロトコル。仕組みの良いところを合わせることで新しい仕組みを作るぜ。今回は以上です。今後も仮想通貨の用語をご紹介していきます。僕も気合い入れて頑張るぜ。私も頑張るぜ。私も頑張るぜ。みんなで仮想通貨の知識どんどん発信だぜ。このチャンネルが少しでも良いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。